級生。同窓会で作業着姿の俺を見つけ、罵りながらビールをかけてきた。ひどい態度に我慢できず、会場を出た俺の目の前に黒塗りの高級車が。離婚後の俺は人生をやり直すことに成功していた。俺は山寺博士。平凡な家庭に育ち、平凡な性格の、至ってどこにでもいるような取り立てて目立つこともない平凡な男だ。普通の家庭に育ち、普通に生きている。学生時代も普通に友人に恵まれ、ドラマティックな出来事など無縁なまま、それなりの学生生活を送って社会に出た。そんな平凡な俺が座右の銘としているのが、高校時代の恩師の言葉である。どんな困難も越えられない壁はない。粘り強く生きなさい。だ。この言葉は俺の中にずっとあって、いつでも俺を支えてくれている。ありがたいことに、まだこの言葉を切実に思えるようなことは経験していないが、それでもこの言葉はいつも忘れないようにしている。そんな目立たない生徒だった俺は、実はずっと同級生の里見に憧れていた。くるくると変わる表情や人の話を興味津々で聞いてる仕草、ふと見せる女っぽい横顔など、俺にはとても魅力的だった。偶然同じ大学に進学した時、勝手に運命なんてものを感じたりしていた。大学に入ると、里見の明るさに磨きがかかり、男女問わずいつも輪の中心にいるような存在になっていった。それに引き換え俺はいつまで経ってもその他大勢の一人でしかなく、仲間内でも俺の名前を知らない奴も出てくるくらいだった。それでも、時々高校時代の話になると、里見が俺に話しかけてくれることがあった。そんな些細なことが嬉しくて、それだけで幸せな気分になれる、本当にささやかな男だった。それでも、そんな俺でも、大学を卒業する頃になると、白黒はっきりつけたくなっていた。高校時代からの長い片思い。見込みがない思いなら、さっさと諦めて忘れる方がいい。今がチャンスだ。そう覚悟を決めて、玉砕覚悟で里見に告白した。いいよ。思いもよらない返事に、俺は夢でも見ているのかと思うくらいだった。憧れ続けた里見との毎日は本当に幸せだった。里見が欲しいと言ったものはできるだけプレゼントしてきた。送った時の嬉しそうな笑顔が見たくて一生懸命頑張った。順調に交際を続け、社会人3年目にプロポーズ。専業主婦になりたいという里見の願いを聞くために今まで以上に必死で働いた。3年目とはいえ、やはり夫婦2人の生活費を捻出するのはかなり厳しかったが、それでもずっと思い続けてきた里見を幸せにしたい一心で仕事に打ち込んで頑張ってきた。おかげで同期や先輩たちを抜いて異例の出世を果たすことができた。大手企業に就職していたから他の会社員よりは給料が良かったが、出世したことで昇給し、同期や先輩たちには羨まれるぐらいまでには稼げるようになっていた。だが、それと比例するように、里見の自分磨きと称した無駄遣いが増えていくようになった。まだ生活を脅かすほどの金額ではなかったが、シーズンごとに買い替えるブランドバッグ、友達との食事のたびに新しく買う洋服、一言言おうと思うたびに嬉しそうにしている里見を見ると何も言えなくなり、俺が仕事を頑張ればいいか、といつも何も言えずに我慢していた。今思えば、そんな俺の態度が里見をろくでもない女にしてしまったのかもしれない、と今では反省しているが、そんなある日の昼休み、同僚のユミとコーヒーを飲みながら談笑していた時だ。突然、社員全員のパソコンに社内メールが届いた。最初にメールを開いたユミが、嘘でしょと小さくつぶやく。ユミのパソコンを覗いた俺の目に飛び込んできたのは驚愕の内容だった。会社の業績不振で大規模なリストラを行うという。無情にもそのメールにはリストラ対象者の名前が記載されていた。息を飲みながら対象者リストを目で追う。俺もユミもリストラ対象者として名前が書かれていた。俺は持っていたコーヒーを危うく落としそうになるくらい目の前が真っ暗になった。リストに名前があった社員はみんな30代前後。みんな多少なりとも会社に貢献してきた社員ばかりだ。
俺とユミを含む対象者数名で社長に抗議に向かった。だが社長は、君たちを対象にしたのはまだ若いからいくらでも再就職が可能だと判断したからだ。申し訳ないがこちらの事情も分かっていただきたい。丁寧な口調で深々と頭を下げているが、その言葉に何の感情もこもっていなかった。ただ、その場をやり過ごすために頭を下げている。そんな風にしか思えなかった。俺たちはこの社長に何を言っても無駄だと諦めてリストラを受け入れるしかなかった。これからどうするの？ユミがぽつりと聞く。まだ何も決めてない。嫁さんにも相談しないとな。ユミはどうするんだ？机周りの私物を片付けながらユミに聞く。私は実家に帰ろうかな。親父さんが会社してるんだよな。じゃあとりあえずはなんとかなるな。なるべく明るい声で言うと、そうだね。泣きそうな声のユミにその時は気づかなかった。帰りの道すがらこれからどうしようかと考えていた。まず、里美にどう切り出そうか。今まで一生懸命頑張ってきたんだから、里美もきっと分かってくれるだろう。万が一、再就職先が決まらなかったとしても、里美もきっと協力してくれるはずだ。退職金は出るから、それがあるうちに仕事を探せばいい。そう思い直し、少し明るい気持ちで家までの道を急いだ。帰宅後すぐ、リストラされた。そうつぶやいた俺に、里美は、嘘でしょ？と小さくつぶやき、顔面蒼白になっていった。そうなるのも仕方ないか。不安にならないはずがないもんな。大変だと思うけど、一緒に頑張っていこう。そう言いかけた俺に、離婚しましょう。まっすぐ俺を見据えたまま言う。次の仕事決まってないんでしょ？だったら離婚よ。無職のあんたに価値なんてないのよ。私のためにお金を使えない男なんて一緒にいても意味がないの。必要ないのよ。と吐き捨てるように言う里美。目の前が真っ暗になった。何も反論できずにいる俺に次々とこれでもかとひどい言葉を浴びせてくる里美。せっかく大手に就職して自由にお金が使えると思って結婚したのに、計算が狂ったわ。そんな言葉が耳に飛び込んでくる。結局里美は最初から俺を愛してなどいなかった。高校時代から自分に憧れていたのを知っていたし、就職先も大手。新人の頃は大変だとしても、しばらく我慢すれば金銭面に余裕ができるだろう。そうなれば自分の自由にできると考えていたからだった、そうだ。100年の恋も一瞬で冷めるというのはこういうことなのか、とどこか人事のように考えていた。目の前で吠え立てる女を見て、これは本当に自分の妻だった女なのかと疑問にさえ思った。途切れることなく俺に対する不満を並び立てる里美に嫌悪感さえ感じて、わかった、離婚しようとだけ告げた。里美と離婚できるまで気持ちが落ち着かず就職活動もできずにいた。やっと離婚が成立し、本腰入れて仕事を探す。就職難だと頭では分かっていたが、ありがたいことにそれまで順調に生きてきたから、まさかこれほどまでに仕事が見つからないとは思ってもみなかった。最初は前職で頑張って身につけたスキルを活かせる仕事を探していたが、なかなか見つからない。多少の蓄えはあると言っても、早く就職先を決めないと焦る気持ちも出てき始めた。ことごとく玉砕していくうちに、背に腹は変えられないと未経験の職種にも応募してみたりした。人並みに体力はあると思うが、体育会系ではないので、それでも力仕事は避けていた。けれど、そうも言っておれず、何社か面接を受けることに。その中の一社の社長が、とても優しくリストラされた経緯などを真剣に聞いてくれた。最初は慣れなくて大変だろうけど、全力でサポートするから、うちで働いてみないかい？そう言われた時には、もう俺自身就職したいと考えていた。基本は事務所勤務とはいえ、建設会社だから、やはり多少の力仕事も行うことがあった。周りの社員に比べて腕力もなく手間取る俺を誰も責める人はおらず、社員みんなでサポートしてくれ、本当にありがたいと思った。恩返しというわけではないが、俺は自分の持てる力を最大限利用し、社内の改善などを頑張っていった。
おかげで社長をはじめ社員みんなから信頼してもらえるようになっていった。俺はこの会社に就職して本当に良かったと思えるようになっていた。そんな毎日が続き、ようやく仕事にも余裕が出てきた頃、高校の同窓会の知らせが届いた。不意に嫌な記憶が蘇る。里美の顔など見たくもない。見たくもないが、お世話になった恩師には会いたい。しばらく考えて同窓会に出席することに決めた。それなりに身支度を整えて会場に向かう準備をしていた俺にイレギュラーな仕事の連絡が入った。何のためらいもなく急いで作業着に着替え仕事に向かった。意外に手間取り仕事を終えて会場に向かったのは同窓会が始まってしばらくしてからだった。一応着替えは持っていたが、今更格好つける必要もないかと作業着のまま行くことにした。卒業以来会ってなかった懐かしい顔に挨拶しながら恩師の姿を探す。だが恩師の姿はなく、聞くと病気で入院しているとのことだった。先生が来てないならいても仕方ないな。早々に切り上げて帰ろうか。そう思っていた時、あれ？ヒロシじゃないの？と聞きたくもない猫なで声が聞こえてきた。あの頃よりも派手になった、いや下品になった里美だった。その横にはエリート街道まっしぐらと噂されている桐山隼人。甘えたように桐山を見上げる里美を見て、今度のターゲットは桐山だなと直感。桐山もまんざらではない様子だ。相変わらずブランド物で全身固めた里美と、いかにもエリートというようなスーツ姿の桐山。二人は俺の全身を見回してぶっと吹き出した。作業着姿の俺をバカにしているのだ。なに？せっかくの同窓会なのにそれしか着る服ないの？さすがリストラされるぐらい無能な男よね。と下品な笑いを浮かべながら里美が言う。山寺さ、いくらリストラされたからって言ってももうちょっとプライド持てよ。そんな格好で出歩けるなんてもう底辺も底辺だろ。そんな奴が同級生だと思うと情けなくて涙が出るわ。と薄笑いを浮かべながら話す桐山とうなずき合ったかと思ったら、いきなり里美が持っていたビールを頭からぶっかけてきた。あんたにはそんな格好がお似合いよ、この負け犬が。お前がいるとさ、空気悪くなるから帰ってくんない？貧乏人と接点持つほど暇じゃないんだよね。蔑むような目で俺を見る二人。周りがドン引きしてることさえ気づいていないらしい。多分二人には作業着でやってきた俺が惹かれてると思ってるんだろう。なんだか二人が哀れに見えてきたのと、これ以上空気を悪くして他の同級生に迷惑かけたくないと思った俺は、わかった、帰るよ。そう言って入り口ドアに向かった。周りにいた同級生たちは、帰らなくていいじゃないか。せっかく来たんだからもっといたらいいよ。あの二人のことなんて気にしなくていいわよ。と口々に引き止めてくれたが、会場の真ん中でいやらしい笑顔を見せて腕組みして俺を見ているあの二人とこれ以上一緒にいたくはなかった。そばにいた友達に、また連絡するよ。と伝えて店を出ようとドアを開ける。すると、いいタイミングで目の前に黒塗りの高級車が止まった。店の中は突然の高級車の登場にざわついている。当然里美と桐山も。人混みをかき分けて車が一番見える場所へやってきた。計算高い里美は車の持ち主が誰か知りたくて仕方ないといった様子だ。そんな中運転手が降りてきて、社長、お迎えに上がりました。と深々と俺に頭を下げる。背後の空気が凍りつくのが分かった。社長？と消えそうな声を出したのは里美だった。ちらりと一瞬二人に目をやり視線を戻す。開けられた後部座席にはユミの姿。里美に近づいて誰にも聞こえないような声で、桐山の会社やばいみたいだぞ。とっとと次の男見つけた方がいいんじゃないかとつぶやいて、身動きもしない里美の横をすり抜け車に乗り込んだ。おかえり。車に乗り込んだ俺にユミが笑顔で言う。ただいま。
ふっと肩の力を抜いて答える。実は、俺の再就職先は偶然にもユミの実家の会社だった。つまり、優しくしてくれた社長はユミの父親だったのだ。根っからの真面目さと堅物さを見込まれて副社長にまでなっていた。実家に戻って一緒に働くようになったユミから同僚として働いていた頃から好きだったと告白され、俺も気心知れたユミと話していると自分が自然体でいられることに気づき、いつの間にか自然と付き合うようになっていった。俺たちの交際を誰よりも喜んだのは他の誰でもなく社長だった。近々ユミとの結婚も決まっている。社長としての修行を重ねている最中、偶然桐山の会社のことを知った。うちの取引先で、今は確かに大手企業だが、以前から粉飾決済の噂が根強くあり、近々捜査のメスが入るとのことだった。仮に粉飾決算が噂だったとしても、そんな噂が立つような会社と取引を続けようとする会社はまずいないだろう。噂が事実であってもなくても、桐山にとってこれからはかなり大変な状態になるのは目に見えていた。窓の外を眺めながら、桐山の次は一体誰に寄生するつもりなんだろうと下品な笑い声を上げていた里美を思い出していた。ああいう人は大丈夫よ。どんな状態になったってしぶとく生きていけるわ、きっと。確かにそうだろうな。ユミの言葉に納得した。そうこうしている間に、車は恩師の入院する病院に着いた。病室にいた恩師は、あの頃より少し小さくなった背中で、優しく俺を出迎えてくれた。おー、山寺、いい顔になったな。うん、男の顔だ。とニコニコ笑って俺を見る。先生、俺、あの頃先生に言われたことをずっと守ってきました。先生の教えを守って、今、公私ともに本当に幸せです。ありがとうございます。と報告した俺に、そうか、そうか。と笑顔で俺と弓を見ている。俺は本当にいい恩師に恵まれたとつくづく思っていた。あの嵐のような同窓会から半年後、俺と弓は無事に夫婦になった。会社も次期社長候補として岐阜である現社長から厳しくも優しく指導してもらっている。まだまだ勉強することはたくさんあるが、今が一番充実した毎日を送っていると思う。あの時、思い切って異業種に飛び込んでいなければ、あの時、里美がリストラされた俺についてきてくれていれば、俺は一体どんな人生を送っていたのだろうと、ふと考える時がある。でも、あの時リストラされて離婚したからこそ、今の幸せがある。あの時は、辛くて情けなくて仕方なかったけれど、それでも頑張って乗り越えたからこそ、今の俺がいる。どんな困難でも越えられない壁はない。恩師の言葉通り、諦めず自分にできることを見つけて頑張ってきたからこそだ。これからもまだまだ大変なことが起きるだろう。恩師の言葉を胸に、おごらず腐らず、一歩一歩確実に頑張っていこう。支えてくれたユミのために、俺自身のために。